私はその日、娘と式場見学に来ていた。遠くにドレスの試着をしているカップルが見える。女性の姿と重なりよく見えないが、彼はその美しさに思わず女性の手を取った。素敵だ。ん？その声に私たちは顔を見合わせる。あれ、お父さんじゃない？私たちが大きく目を見開いたその瞬間、男性はこんなセリフを放った。愛しい君との結婚は運命だ。私はその言葉に思わず叫んだ。その運命はもう終わりね。それから数ヶ月後、私は結婚式に参列していた。娘の？違う。もう一つの、本来私が知るはずもなかった結婚式に。もちろん、私は許したわけではない。私は今か今かと復讐の時を待っていた。そして、披露宴も終盤に差し掛かり、いよいよ新郎の謝辞が。マイクを握る夫に、私は手に汗を握った。今から夫の社会的制裁が始まる。私の名前は小川美咲。51歳のどこにでもいる専業主婦だ。昔働いていた職場で出会った同い年の夫の純喜とは、早いものでもう結婚して25年。いわゆる銀婚というやつだ。娘の京香だってもう23歳。立派な大人だ。そんな娘は最近数年お付き合いしていた彼氏からプロポーズを受けたらしく、来年の挙式を目指して絶賛ブライダルの準備中だ。こんな近況について周りに少し話すと、決まってみんな幸せだねなんて言うが、実は内情はそんな単純な話でもない。もちろん娘の結婚は嬉しいことだ。親としてこれ以上喜ばしいことはない。でも銀婚については正直言うとそんなに喜ばしいものでもなかった。なぜなら25年積み上げてきた夫婦の関係性は結婚前に思い描いた銀のようにきらめくものではもはやなく、どちらかというと風雨にさらされ錆びた鉄のようだからだ。今日の唐揚げ、胸肉にしては柔らかくできたと思わない？下ごしらえを工夫したのよね。私はいただきますもなく、当然のようにスマホ片手に無言で唐揚げを口に運ぶ夫への嫌味も込めてそう話しかける。そう。夫はいつものように興味なさそうな返事をしたかと思うと、やがてビールで唐揚げをごくりと流し込んで口を開いた。これ胸肉？俺はもも肉派だって言ってるだろう。なんだよ。仕方ないじゃない。今日は胸肉が安売りされていたんだから。それに言わなければ違いなんてわからなかったくせに、何を偉そうに文句を垂れているのかと思わず喉元までこみ上げてきた言葉をぐっと飲み込む。こんなくだらない会話に時間を使う方がもったいないわ。私は小さく首を横に振り、頭を切り替えると本題を持ち出した。今週末、京香と式場見学に行ってくるから、悪いけど昼ご飯は自分で何とかしてね。夜までには帰るから。娘は式にはこだわりたいらしく、5つの式場を候補に挙げていった。しかし商社マンの娘の彼は忙しく、全部は一緒に見に行けない、せめて2つに絞ってくれなんて言われちゃったんだそう。というわけで式場選びの経験者の私がアドバイザーとして同伴するということだ。そう。夫はそんな背景にはまるで興味を示さず、
相変わらずスマホとにらめっこ。危うくため息をつきそうになったその時、夫はボソッとこう言った。女って、どういう基準で式場を選ぶの？え？私はつい目をパチクリさせてしまった。なんだか久しぶりの夫からの疑問系のボールだ。久々すぎて嬉しいような、照れくさいような、なんだか不思議な感覚さえ覚える。私は必死に頭を回転させて質問に答えた。やっぱり一番は衣装じゃないかな。京香もそう言ってたし、私もそこにはこだわったな。懐かしいわね。いろいろ試着して、あなたとも相談しながら決めたじゃない。おー、試着か。そういえばそんなこともできるんだったな。それからあとは、なんといっても料理ね。来てもらう人に喜んでもらえるような、一味違う一品がいいわ。それから、少し舞い上がりすぎただろうか。夫との温度差のせいか、秋の夜風のせいか、途端に少し肌寒さを感じた。なるほどね。まあ、衣装は大事だよな。俺も可愛いドレス姿見たいしな。夫はそれだけ言い残すと、スマホとともに風呂場に向かった。もう少し、ラリーを続けたかったような気もするけど、久しぶりのキャッチボールなんだから、これくらいでよしとしようかな。それにしても、純喜もなんだかんだ、京香の結婚式を楽しみにしているのね。私はその事実になんだか嬉しくなり、普段は見るだけでうんざりする夫の残飯に丁寧にラップをかけ、鼻歌とともに冷蔵庫にしまった。しかし、どうやら夫が見たかった可愛いドレス姿の女性は娘ではなかったらしい。まあ、その願望は結果しっかり叶えてあげたんだから、その点は感謝しなさいよね。私がその女性の存在を知ったのは例の週末だった。私はその日、約束通り娘と式場見学に来ていった。素敵！めっちゃいい雰囲気！そうね。お庭のお花がすごく綺麗ね。ここで写真撮ったら絶対映えるよね。私たちは興奮しながらも、娘が用意してきたメモを覗き込む。彼がいない分、入念にチェックしながら見学しないとね。費用、規模、演出、料理、順調にチェック項目をスタッフに確認してクリアしていき、いよいよ最後の項目だ。こちらが衣装です。この中から当日のウェディングドレスと、それからお色直しのドレスをお選びいただきます。本日はご試着も可能ですので、気になるドレスがありましたらお声掛けくださいね。素敵！娘は目を輝かせながらドレスを物色する。やっぱりプリンセスラインかな。でも A ラインも捨てがたい。私は A ラインだったわよ。写真があったかしら。見たい見たい。そういえばお母さんの結婚式の写真って見たことないかも。そうだっけ。確か当時の写真のネガを何年か前にデジタルデータ化した気がするのよね。どこだろう。私がスマホのフォルダを遡っていると、待ちくたびれた娘はキョロキョロあたりを見渡しつぶやいた。あの人綺麗。その言葉に顔を上げた私もつい見とれてしまう。本当ね。ちょうど試着をしていた別のカップルの女性が遠くの方に見えたのだ。
私たちは釘付けになっていた。女性が歩いていく先には彼が立っている。女性の後ろ姿と重なりよく見えないが、彼はその美しさに思わず女性の手を取る。素敵だ。似合ってるよ。ん？吹き抜けの天井に響くその声に、私たちは顔を見合わせる。あれ、お父さんじゃない？娘がそうつぶやいて、私たちが大きく目を見開いたその瞬間、遠くの男性はこんなセリフを放った。愛しい君との結婚は運命だ。私はその言葉に思わず大きな声でこう叫んでいった。その運命はもう終わりね。次の瞬間、夫は顎が外れそうなくらいに大きく口を開けて、こちらを凝視した。なんで？いや、これは夫は絵に描いたようにうろたえる。一方の浮気女は、どなたですか？と困惑した表情だ。そんな彼女に私は丁寧に自己紹介をする。はじめまして。私は純喜の妻の美咲です。そしてこっちは娘の京香。はじめまして。今日は私の結婚式の下見で。そちらもご結婚ですか？お父さんと？私たちの自己紹介、そして娘の問いかけに全てが分かったのだろう。浮気女は即座に、既婚者だったの？と、夫の胸ぐらをつかもうとするが、ドレスの幅でうまく身を寄せられない。慌ててスタッフが間に入る。落ち着いて。当の夫は、いやーとか、その、を繰り返すだけで何も言えなくなっている。娘はそんな夫をただ静かに睨んでいった。私はそのカオスな惨状に冷静さを取り戻した。まあ、こんなところでは式場の迷惑にもなりますし、後日、しっかり話し合いましょう。そうして浮気女に自分の連絡先を書いた紙をそっと手渡した。それから数ヶ月後、私は結婚式に参列していった。娘の？いや違う。もう一つの、本来私が知るはずもなかった結婚式に、だ。新郎席には見慣れた姿がある。そして新婦席には、あの日のドレスに身を包む麗しい女性が。そう、夫の浮気女のドレス姿を見たいという願望は叶ったのだ。もちろん、私は許したわけではない。それは新婦席に座る彼女も同じだ。じゃあ、なぜ今、平和に披露宴が執り行われているのか。その理由は、この後の新郎スピーチで明らかになるはずだ。私は新婦側の友人席に身を潜めながら、今か今かとその時を待っていった。そして、披露宴も終盤に差し掛かり、いよいよ新郎の謝辞が。マイクを握る夫に、私は手に汗を握る。本日はお越しいただき、ありがとうございました。出だしは何の変哲もない挨拶だ。しかし夫の目は、緊張からか一点を見つめて動かない。そうして終盤、私たちの制裁が始まるのろしが上がった。実は、僕には現妻がいます。婚姻中にもかかわらず、新婦の葉月さんと関係を持ちました。申し訳ありません。夫は深く頭を下げた。その瞬間、当然会場は一気にどよめきに包まれる。何？不倫？あれ、
前の人とはもう離婚しているんじゃなかったの？夫はその声が聞こえているのかいないのか、顔を伏せたままでブツブツと言い訳を始めた。離婚は書類1枚ですぐにできるかなと思って後回しにしていました。なんだそれ、最低だな。立派な不貞行為だぞ。隣で両家の両親がガタガタと震えている。予想だにしない状況にまさに手も足も出ないといった様子だ。浮気女までもたった今聞きました初耳ですの会心の演技だ。私の事前の演技指導の甲斐があった。そう、私たちはあの後連絡を取って何度も話し合いを続けていった。時には3人で、時には夫婦で、そして時には私と浮気女の2人きりで。夫は何度も鼻水を垂れ流し謝罪を重ねていたが、そんな無価値な謝罪と慰謝料だけじゃ気が済むわけがなかった。向こうは既婚者だと知らされていなかったわけだし、こっちは大切な娘の結婚式を控えているというのだから。そんな中、私と浮気女の意志はある一つの復讐で固まった。社会的制裁を与えようと。わかったわ。それだけ葉月さんと結婚したいならいいわよ。私はある日の話し合いで夫に向かって離婚届を差し出しながらそう言った。いいのか？涙でキラキラした目をこちらに向けてそういう夫に吐き気すら覚える。いいわよ。離婚してあげる。その代わり条件があるわ。条件？ええ。私はゆっくりと口を開いた。式当日、参列者全員の前でこのことを謝罪しなさい。その瞬間、夫は大きく目を見開く。なんだって？お前、自分が何を言っているのか分かってるのか？そんなことできるわけないだろ。そんなことしたら葉月ちゃんとの結婚が台無しになる。そうね。そうかもしれないわね。そうに決まってるだろ。ふざけるな。怒鳴る夫に対し私も語気を強める。バレたら結婚が白紙になるようなふざけたことをあなたはしていたってことでしょう。自分が何をしたのか分かってるの？しっかり落とし前をつけなさいって言ってるのよ。すると夫は図星と言わんばかりに黙り込む。いや、でもそんなことはとてもじゃないけどできない。慰謝料ならいくらでも払うよ。だから頼む。それで勘弁してくれ。そんな口先とお金で全部解決できるほど世の中甘くないし、私たちの傷は浅くないのよ。それは謝るから。そういうことじゃなくて。話は堂々巡りでこのままでは拉致が開かない。そう思ったその時、同席していた浮気女が口を開いた。結婚式での謝罪についてもし断るなら、私は精神的苦痛を理由に裁判を起こします。淡々としたその口調は当事者でない私からしても怖かった。そんな。それからもちろん式にかかる費用は全部あなた持ちだし、ご祝儀返せなんてどんちゃん騒ぎになっても全部あなたが対応してね。その態度を見てあなたとの将来は判断させてもらうわ。わかりました。乾いた笑顔が怖い。そして今、彼女は全く同じ表情で会場を見つめている。ご祝儀を返せ！お前、最低だな。予想通り、
飛び交うヤジに加え、予想外のケーキまで飛び交っている。そのうちの一つが夫の顔面に見事命中し、夫は白い涙を流した。その中をかいくぐり、頭を下げて回る夫の両親。ただその場で泣き崩れる浮気女とその両親。それはまさに戦場だった。やがて私のテーブルまで謝罪に回ってきた義両親は、私の顔を確認すると大きく目を見開いた。美咲さん、あなたいらしていたの？どういうことなの？はい、いろいろあって新婦の葉月さんと知り合いでして。純喜が言ったことは全部事実です。私たちはまだ離婚していません。そんな、本当に申し訳ない。すでに離婚して次の出会いに進んだとばかり聞いていて、まさかこんなことになっていたとは。義両親は涙ながらに私に謝罪する。私はそんな義両親の手を取った。いえ、お父さんとお母さんは何も悪くありません。すべて知っている私よりも、今ここにいる他の参加者のケアをお願いします。そして、こうなったすべての責任を純喜に取らせてください。ああ、わかった。約束するわ。そうして私は荒れ狂う式場を一人後にした。後日、私は夫との離婚届を役所に提出した。さらに、式が終わるまで待ってほしいと言われていた370万円の慰謝料も遠慮なく請求した。浮気女にも書面上は250万円の慰謝料を請求したが、その分浮気女だって元夫に慰謝料を請求するわけなので、実質はそっちも元夫の負担だ。元夫は最後の悪あがきで少し慰謝料を値切ってきたが、断固拒否。しぶしぶ分割で支払うというところで決着がついた。そうして一件落着した私だったが、もちろん向こう側は落着なんてしていない。いただいたご祝儀はすべて返金対応。さらには式場に迷惑料の支払い。それから式には元夫の会社関係者も招いていたんだから、元夫は地方の窓際部署に左遷されることになった。そして肝心な浮気女との結婚はもちろん白紙になった。元夫はこれでもかというほどの社会的制裁を受けたのだ。あの結婚式は幻だったのだろうか。今ではそう感じるほどだ。こっちにもリスクのある復讐ではあったけど、入籍前だったから戸籍上罰はついていないわけだし、引き換えにあの人を地獄に落とすことができたんだから、安いもんよ。そう事の顛末を話してくれた浮気女。いや、今では私の大切な友人の一人の葉月さんは、あの時と同じ乾いた笑いで私を見つめた。あれから数ヶ月、私は今もう一つの結婚式に参列している。ちなみにあの戦場、もとい会場はとてもじゃないが選ばなかった。お母さん、いろいろあったけど今まで育ててくれてありがとう。私もお母さんみたいに強くて勇敢な女性になります。涙ながらにそんな手紙を読んでくれた娘の幸せこそが、これからの私の幸せだ。